皆さんこんにちは、五戸美希です。今日はラジオアナウンサーの原稿読みについて紹介します。はい、ラジオのアナウンサーはですね、原稿を一言一句変えないで読むということの方が少ないんですよ。例えば番組からのお知らせですとか天気予報もそのまま読むということはあんまりやらないですね。アレンジをして話し言葉に変えたりですとか、大事なことを2回言ったりとか、順番を入れ替えたりとかいうことをしますね。っていうのもラジオって基本的には生放送で時間が長いんですね。2時間の番組、3時間の番組って普通にありまして、特番、祝日の特別番組とかだと4時間の番組、5時間の番組というのもあります。で、そういう長い番組全部台本に文字を書くなんてことはありえないですね。そうする必要もないので、例えばオープニングトーク、フリートーク2分って書いてあるとか、メール紹介2分って書いてあるとか、はい、そういう何かやることだけが書いてあるみたいなことがありまして、そこはアナウンサーであってもフリートークでお届けするんですね。で、フリートークでこうやって普通におしゃべりをしているけれども、天気予報が途中で入ってくるっていう時に、天気予報だけ綺麗な原稿読みになると違和感がある、浮いてしまうんですね。で、原稿をアレンジしてそのおしゃべりの続きで聞いてもらえるようにするという工夫をすることが、ラジオでは一般的ですね。で、一応補足しておくと変えない原稿もあります。ニュースとか提供クレジットとかタイトルコールとかもそうですね。書いちゃいけないものももちろんありますし、ラジオだからといってアナウンサーであれば原稿をその通りに正確に読むスキルというのももちろんあります。で、それはそれで、アナウンサーのスキルは必要なんですけれども、一般の仕事をしていれば正確に読むっていうことは、そんなに求められない。どちらかというとこの原稿をアレンジするスキル、これが人前で話すにすごく役に立つなと思うんですね。何か発信をしている方、ポッドキャストですとか YouTube ですとか配信をされている方はもちろんですし、そういう機会がない方もですね、他の方が作った会議の資料をアレンジするとか、あとは自分でスピーチの原稿を作るけれどもその通りに読まないとか、そういうアレンジスキル、人前で話すときにとても使えます。じゃあ実際にやってみましょう。スピーチトレーニングでは天気予報の原稿でやってみます。これはいつのどの天気というわけではなくて、私が適当に作りました天気予報の原稿です。じゃあもうこれ即興でアレンジしてやってみますね。参ります。では関東地方の天気予報です。関東平野部、この後もおおむね晴れるでしょう。関東北部の山沿い、雪の降るところがありそうです。で、空気が乾燥しますので火の取り扱いに十分ご注意ください。気温ですね。関東最高気温、今日は昨日と同じくらい10度前後の予想です。沿岸部を中心に北寄りの冷たい風が強く吹くということで、気温以上に寒く感じられそうですね。暖かくしてお過ごしください。明日です。明日の関東、西から気圧の谷が近づく影響でだんだんと雲が多くなるでしょう。明日も寒さ続きそうです。はい、こんな感じでしょうか。スピーチトレーニングポイントを3つ挙げたいと思います。ポイントその1、話し言葉にするですね。修助詞の根をつける。あとは文章をつなげる。助詞の脱落。発音化はにするですね。話し言葉とはという動画は別にありますので、よかったらそちら見ていただいて、あとは接続詞をでとかそれからにするっていうのもいいですね。ポイントその2、どこのいつの話なのかを強調する。これは関東の話で、関東の平野部の話ですよ。関東北部山沿いの話ですよっていうところが聞いている方わからなくなってしまったら天気予報として全然意味がないので、そこを強調したりですとか、明日の話がこの原稿出てきますね。明日はというのを何回も言って、これは明日の話だよっていうのが分かるように強調するっていうやり方があります。ポイントその3、
話し方ですね。これはきれいに話し言葉にしたものをまたきれいに読むっていうのだと意味がなくなってしまうので、きれいにじゃなくて普通にを目指します。フリートークの時と声を変えないで話しかける、自然体でお意識ですね。聞いてくれている方、見てくれている方を想定して話しかける。これ大事なポイントですね。スピーチトレーニング。はい。で、この即興のアレンジっていうのはすごく難しいので、即興でやってくださいっていう話ではなくてですね、事前にメモを用意して、ここにはこの言葉を加えるっていうふうにメモを用意しておけば、あと読むだけでよくなりますので、私も新人アナウンサーから入社3年目、4年目ぐらいまではこんな感じでメモを作っていました。ぜひ事前にね、ちょっとここ足そうとか、ここ2回言おうとか考えておくといいですね。スピーチトレーニング。ではポンポンとちょっと他の原稿の例をやってみたいと思います。こちら。このまま読んでもそんなに、不自然ではないですね。お送りしております五戸美希のスピトレラジオ。続いてはリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介します。今日のメールテーマは私頑張ってますです。こういう原稿もアレンジすることができます。例えば、時刻は10時30分です。生放送でお送りしております五戸美希のスピトレラジオです。続いてはお便り紹介のコーナーです。皆さんからいただいたメールご紹介します。今日のメールテーマ、私頑張ってますですね。ラジオネーム誰々さんみたいな感じでしょうか。一風変わってこんな原稿も用意してみました。早速アレンジしてみましょう。いつもご覧いただきましてありがとうございます。五戸電鉄チャンネル。このチャンネルはですね、今五戸電鉄五戸線が五戸地下駅開業に向けてプロジェクトを進めております。このプロジェクトについて分かりやすく説明する、分かりやすく紹介するチャンネルになっています。こんな感じでアレンジをすることができます。はい、何度もお伝えしますけれども、即興でアレンジするっていうのはもうとても難しいことなので、事前にちょっとメモを足して、ここは2回言うとか、ここはつなげるとかしておくと安心して本番に臨めますね。スピーチトレーニング。メモの仕方がわからないという方はぜひご相談ください。五戸美希のスピーチトレーニングはマンツーマンレッスンもありますし、グループレッスンでも原稿のアレンジという練習何度もやらせていただいています。オンライン教材もあります。本編90分で人前で話すのが怖くなくなる話し方講座という動画教材もありますので、よかったらチェックしてください。まずはメルマガにご登録いただければと思います。お得なお知らせもありますので、ぜひ、チェックしてください。今日もご覧いただきましてありがとうございました。